旅人の皆さんこんにちは。辞任俺界隈です。それは否定できないな。否定しないのかよ。以前にも団子牛乳は作ったことがあるのですが、いまいち納得のいく出来ではなかったのでやり直したいと思います。絶対に一番美味しいのを作ってみせるから、何百回失敗しても諦めないよ。というのも団子牛乳を団子で作ることはできません。ほう、ちゃんと事実を理解しているようで何よりだ。このようなことを言うのは少し気が引けますが、面白いことを言いますね。まず団子の元となるお米ですが、これに水と火を加えることによりご飯になります。しかしそこから熱を取ると再び硬くなってしまうので、練りつぶすどころではなくなります。そんな、じゃあどうするんだよ。なので代替となる食材を探しに行こうと思います。それじゃあ歩きながら探してみようぜ。しかしこのチャンネルは収益化ができていないため、まずは村を確保する必要があります。何する気だよ。ここは俺がやろう。残りは任せた。せめて予防措置だけはさせてくれ。まるでいつ爆発するかわからない爆弾を抱えてるみたいだ。くそー、もう一思いに爆発してくれ。今お前が見せたその表情と同じものを時折帝君も見せていた。モラがない。ということで300モラを手に入れました。おお、マジでいけたのか。歩く代わりに飛んではいけないと誰が決めた？コンビニスイーツの進化がすごいということでローソンに来てみました。インスピレーションを探すためにここに来たんだ。ついでに原材料を集めることもできる。せいぜいどうすべきか考えるんだね。君がそれを無駄だと思わない限り、そのあがきには価値がある。いろいろな飲み物はありますが、黒い乳製品はさすがになさそうですね。やっぱり解決策なんかすぐには浮かばないよな。米田コーヒーのコーヒー牛乳、こんなものもあるんですね。意外にも新バージョンだったね。次はスイーツコーナーを見てみましょう。スイーツは好きだよ。なんというか、スイーツを食べるとカロリーを一気に補給できて集中力や効率が上がるんだ。やはり団子の第一候補はわらび餅ですかね。何か隠し味とかがないか成分表示を見てみますが、この商品に関しては特別なものは入っていなさそうですね。まだ喜ぶには早いってことか。いちごミルクわらび餅、これは見たことも聞いたこともない食べ物ですね。悪意は全く感じない。逆に優しさにあふれてる。成分を見るとわらび餅粉が入ってませんね。代わりにレンコンとこんにゃくだとか、7年前くらいに作った芋がゆというものに近いのかも。かなり気になりましたが300モラしかないので次のお店。オラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。特に珍しいものはなさそうですね。紙パックのリプトンが懐かしいくらいで、昔はおにぎりとミルクティーとか食べてたような。いやいや、その組み合わせで美味しいわけないだろう。10点中8点よ。いえ、9点あげてもいいわ。合ってたのか。お目当てのものがあるファミマに来ました。ここの看板メニューを食べないのか？私はその言葉が好きで、そういった役を買って出ることを恐れなかった。お目当てのものはファミマと原神のコラボカフェラテです。店員さんに話しかける必要があるので、私にしてはなかなかハードルの高いチャレンジでした。あとこっちのコーヒーメーカーじゃなかった。だが私は誠意ある男だ。もう一度チャンスをやろう。失敗した時は我と共に溺れるがいい。何する気だよ。今うまくいかないのはこれから先うまくいく予兆なのです。どうやら苦さを選べるようですね。意外にも苦いのが一番気に入ったのさ。私は苦いのは無理そうなので一番上で。使えないやつめ。はい、
これで進捗状況が確認できるようになったわ。お前そんな魔法まで使えたのかよ。当たり前でしょ。何を今さら。実に素晴らしいですね。よろしければ肖像画を1枚いただけませんか？お願いですから、そうやって人を持ち上げないでください。おべっかを言うのが好きすぎませんか？出来上がったようですね。お、待ちかねたぞ。ようやくおいでなすったか。早かったですか？それとも遅かったでしょうか？ぴょんぴょんしてる。それにふわふわ。絵柄はがミンくんでした。あとは任せろ、この俺にな。それでは最後にリボン部分に役立ちそうなものを探します。頑張れ。俺の仕事は応援だ。リボンといえばリボンですが色が違いすぎますね。いいものを見つけました。お前の計画ってどんな感じなんだ？これの真ん中を縦に思いっきり潰せば結果的にリボンの形になる気がします。そんなのありかよ。紐はちょうどいいものがありました。うん、それがいいと思う。さて、ようやく調理に入れますね。まずは黒糖わらび餅を作っていきます。材料は全部揃ったし、錬成用の錬金釜もあっちにあるからいつでも始められるけど、ここの水は水質が良くて材料に向いてるの。すべてを溶かし混ぜたら弱めの中火くらいで加熱します。あれはなんだ？少しずつわらび餅が固まり始めてますね。ここからは焦げないように手早く混ぜるのだとか。ここからは苦戦を強いられるでしょう。皆さん、心の準備を。だいたいできたっぽいので濡らした型に入れます。出来たてほやほやのちょうどいい湯気もなんだか懐かしい感じがするよね。僕も水に潜るのが大好きだよ。粗熱が取れたらラップをして乾燥を防ぎます。それが妥当だね。警戒は任せたよ。冷ましている間に一応リボンを作ってみたいと思います。なんとしてもこのステップは完遂しないといけないみたいだね。それなりの速さで進めてくれれば3分の1くらいまで時間を短縮できるんじゃないかな。はい、了解しました。全力で任務を遂行します。おお、そうだな。なかなかよくできてるぞ。できるにはできましたが、ボリュームが全然足りていなかったので別プランへ移行します。じゃあ仕方ないな。とっておきのヤホダプランを出そう。あとはこれを輪ゴムで無理やり止めて、その上からリボン用の紐で隠しつつ処理します。おお、大技に成功したぞ。それでは試作品を飲んでみたいと思います。わらび餅の柔らかさについてはちょうどストローで吸えるくらいですね。ただ味が普通すぎてしゃぶ業に収められるレベルではないです。どれ？大体予想してた通りか。失敗なんかしてない。れっきとした試行錯誤の一環。もう一度作り直しましょう。今度は黒糖だけでなく上白糖も加えてみます。お前たちの屈強さには感謝しかない。だいぶ良くなってきた。飲み物に混ぜる用の黒蜜も作ります。甘めがいいとか酸味がある方がいいとか、何か好みはありますか？浮いてきたアクをしっかり取ることで雑味を軽減させることができます。あとはとろみがついたかつかないかくらいのところまでに詰めたら完成となります。飲み物は黒ごまラテです。おお、なかなかセンスがあるじゃないか。早く早く作ってよ。分離しないようにまず黒ごまと黒蜜を合わせてから温めた少量の牛乳を合わせ、それから冷たい牛乳を注ぐという手順が必要です。始めましょう。この相入れない破片を一つに組み合わせてみせるわ。それでは瓶に装飾を施します。
時間がない。急ぎましょう。瓶に映るお団子はシールで何とかします。お前たちが必死にあがこうと小細工をしているのは分かっていた。実際の完成型はこんな感じでした。ここから技術の力を借りましょう。なるほど、その手があったか。ここには公的な行政機関がありません。理論上ここでは何をしてもいいですし、誰になってもいいのです。私は自身の悪行も私心も欲望も隠さない。真の研究者とは私のようであるべきだ。よくできてるね。機械技師の才能があるよ。どうだ、人造の月とはいえ本物と見まがう出来だろう。ああ、もちろんラージサイズで頼む。それでは実際に飲んでみます。そうこなくちゃな。上白糖を加えたことで先ほどまでにはなかったカルメ焼きのようなテイストが加わっていますね。甘さと香りの豊かさが倍増したと言っても過言ではないでしょう。カレールーは2種類使った方がいいと聞きますが、砂糖にも同じことが言えるのかもしれません。まさに棚からくるむかけってやつだ。問題は赤字になったというところですね。正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。カフェラテだけなら300もら以内だったのですが、手ぶらでレジに並ぶのはなんか気まずい気がしたので、パンを買ったら予算をオーバーしました。まあ気持ちはわかるさ。収益化を達成するにあたり4000時間ほど必要なのですが、横動画のみのカウントなので何らかの要因で再生リストを見たまま忘れていただけるとありがたいです。もしかするとモリュンソンさんの残高も助かるかもしれません。私の残高が。ということでご視聴ありがとうございました。